双子座の皆さん、こんにちは。2022年の双子座さんのためのリーディングを行います。2022年が双子座さんにとってどんな一年になっていくのか、どんなことに注意すればよいのかなど、全体的なメッセージを受け取っていこうと思います。それでは、シャッフルいたします。2022年の双子座さんのリーディングを行います。まずこちらに太陽のカード。この2022年というのは双子座さんにとってとても明るくて健康で良い一年になると言われてるんですが、特に良いのがお仕事。こちらに宇賀の御霊の神様、お稲荷様のカードが出ておりまして、お仕事を通してあなたが輝いていく。それでお仕事をされていない方の場合でも、あなたが何気なく活かした才能というものがお金になっていく。その何かに取り組むこと、それがお仕事だとなお良いんですけれども、その人との出会いやお仕事によって、あなたの才能が磨かれていく。ですので、この年は、お仕事をされていない方にとっては、就職するというのがとてもおすすめですし、あと、お仕事をされている方にとっては、ご自身の才能や魅力を活かして、そのお仕事を拡大していくチャンス。特にご自身で起業されている方の場合は、この年はビッグイヤーになると思います。あなた自身の目が開いてるんですね。何がお金になっていくのか、何が話題になっていくのかというのがクリアに見えている。そしてそのお仕事を通して、あなたの才能もあなたの事業も磨かれていって、大きく拡大していく。こちらにワンドの3が出ております。そのお仕事も広がっていくんですけれども、お仕事を通してあなたの世界が広がる。あなたの人脈が広がる。このハニエル様のカードを視野を広く持つというメッセージですが、その世界の広がりとともに自然と視野が広がっていく。なので最初のうちは私の専門はこれだとか、私はこれが苦手だというような意識があったとしても、この世界の広がりとともにあなたの視野も同時に広がっていく。そしてそれがあなたのお仕事の拡大に、あなた自身の世界の拡大につながっていく。逆に言うと、あなたを磨いてくれて、あなたを認めてくれる世界というものが開かれているときに、私はこれしかできないとか、これは苦手だというような意識にしがみついたままでいると、このビッグチャンスを逃してしまう。このあなたを活かせるお仕事との出会い、お仕事の広がりというものは、そのまま直接人との出会いにもつながっていって、もしお相手をお探しの方でしたら、将来の恋人候補や人生のパートナー候補、信頼できて趣味の合うお友達との出会いというものにつながっていく。ですので、自分で自分の可能性を閉じ込めることなく、引きこもることなく、自信を持って外の世界に、この太陽の下に出ていただきたいんですが、こちらにミミズのカードが出ておりまして、
このとても良い年に一番注意していただきたいのは、引きこもりすぎない。例えば、お仕事や趣味によっては、引きこもることによって何か作品を作り上げたりとか、勉強したりとか、自分を高めるためにも、お仕事をするためにも、引きこもる時間が必要という方もいると思うんですが、この年は特にこの太陽のエネルギーというのがあなたに大きな力を与える。最近鬱っぽいなって思っているような方は特に意識して太陽の光を浴びる。それがあなたの明るさのエネルギーというものをより増大させて、そしてそれがあなたが自分の才能を発揮してご自身の世界を広げていくエネルギー源になっていく。ですので、この年のおすすめは夜型を朝型に変えるとか、根本的に日の光を多く浴びるような生活に変えてみる。それは日当たりの悪いお部屋に住んでいる場合は、お引っ越しをするとか、そういう場所を移動する必要があるという場合もあると思いますが、何か行き詰まったら、悶々と考えないで、お散歩をするとか、太陽から積極的にエネルギーをもらうというのがとてもおすすめです。それぐらいエネルギッシュな展開になっていく。引きこもりすぎずに拡大していくお仕事に合わせていろんな人に会っていったりとか、いろんなお仕事を経験していったりとかして、初めてのこと、初めてのシチュエーション、初めて会うような人に会うとか、そういう初めてのことというのに、この世界の拡大に合わせて遭遇する可能性が高いと思うんですけれども、その場合も失敗すること、恥をかくこと、ミスをすること、そういうことを恐れずにチャレンジしていくというのがこの年は特に重要。そこで恐れてチャレンジしないとか手を引いてしまうと大きなチャンスや大切な出会いというものをみすみす逃してしまう。なのでこの太陽のエネルギーを借りてエネルギー満タンで恐れずにチャレンジする。それで、この年の重要月なんですけれども、この1月と4月のカード、そしてこのハニエル様6番で太陽ですので、お誕生日の頃の夏至の頃の6月、そして魚座の満月のカードも出ておりますので、9月、こちらにペンタクルのページも出ておりますので、この1月、4月、6月、9月に良いお知らせを受け取る。そのお知らせを受け取るごとに、あなたの人生が拡大していく。お仕事に関する通知の場合もあれば、お仕事に必要な資格の合格通知とか、あとはパーティーなどのお知らせが届いて、それに出席することでとても良い出会いがあるとか、そのあなたを外の世界にもっと大きな世界に連れていくための通知、とても良いお知らせ。そしてこちらにワンドのクイーン。とても表現力が豊かなので、初めて出会った人とすぐに仲良くなっていったりとか、お仕事でもプライベートでも、あなたの表現というものが、とても良い人間関係を育んでいく。このタロットカードデッキでは、クイーンがマザーで、ページがドーターなんですね。なので、特にお母さんとの関係、娘さんとの関係、もしくは母と娘の関係、もしくはお母さんのような人、娘さんのような人との関係、そういった関係を豊かに育める。例えば、今まで疎遠だったとか、うまくいっていなかったという場合でも、この時のあなたの感情的ではない感情豊かな表現力というものが、その関係の修復に役立っていったりとか、その関係を深めるきっかけになる。こちらにソードの2とカップの5も出ておりまして、この魚座満月のカードには、精神世界と現実世界のバランスをとるというメッセージが書かれてますが、心配ばかりしていないで、空想の世界にばかり生きていないで、現実を見る。おそらく、この年というのは、あなたの心配に及ばず、
あなたが頭の中だけで思い描いていた空想の世界よりも、現実の世界の方がはるかに刺激的で、面白くて感動的というのを自らその目で目撃する。それもこのバランスが取れてるんですね。あなたの今までしてきたことの経験だったりとか、これからやってくるお仕事、そしてあなたと出会っていく人たち、そういったあなた自身のエネルギーと、あなたが出会っていく人たち、お仕事とのエネルギーのバランスが取れているからこそ、絶妙なタイミングで出会っていく。そしてこの魚座満月というのは、十二星座の一番最後の魚座の満月ですので、終わりの終わりを表している。このひたすら頭の中だけで悩んだりとか、心配したりとか、引きこもるというような時期が本当の終わりというものを迎えて、あなた自身が外のより大きな世界に羽ばたいていく。その広がりというのも、海外に拠点を移すとか、国際結婚をするとか、国境を越えるような方もいるかもしれませんが、この段階を経た広がりを経て、あなたの世界がどこまでも広がっていく、とても希望にあふれた一年になると思いました。それでは2022年の双子座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。